ボンジュール。パリプロムナードチャンネルへようこそ。皆様いかがお過ごしでしょうか。今回の動画ではまずとても温かみのあるビストロへ一緒に訪れましょう。そして動画の後半では2人の女性アーティストによるとても魅力的な展覧会を巡ります。冬のパリ、心が温かくなるようなひとときをご一緒できたら幸いです。どうぞ最後までお付き合いくださいませ。さて、私は今どこにいるでしょうか。パリで気球が見えるところなんて珍しいですよね。ここはミラボー橋の上なんです。少し下に降りてみましょう。この橋は独特の色合いをしていますね。その背景にはエッフェル塔も望める絶好のスポット。ミラボー橋と聞くとこの詩が思い浮かぶという方も多いのではないでしょうか。ミラボー橋の下をセーヌは流れ、私たちの愛も流れる。思い出すべきなのだろうか。喜びはいつも苦しみの後に訪れたことを。夜が来て鐘が鳴り、日々は去りゆき、私はとどまる。ギヨーム・アポリネールの有名な詩の一節が橋のたもとに刻まれています。パリの中心部からは少し離れたセーヌ川に架かる橋にふさわしい美しい哀愁をまとった詩ですよね。そう、ここからは自由の女神像も見えるんです。ニューヨークのシンボルとして知られる本家はアメリカ独立100周年を祝うためにフランスから贈られたもの。そしてここにある女神像はその数年後、フランス革命100周年を記念してパリのアメリカ人コミュニティから贈られたレプリカです。本家の4分の1ほどの大きさでニューヨークの方角を向いて立っています。川岸を歩いて行きましょう。このレンガ造りの建物、パリにはちょっと珍しい風景だと思いませんか？この建物、1925年から活動しているパリ水道公社の施設のようです。100年経っているんですね。岸辺に停泊しているのは砂を運ぶ平底船、ペニッシュでしょうか。この界隈はパリの西の端、独特の雰囲気がありますね。さて、目指すレストランはここから歩いてすぐのところにあるはずです。こちらです。街の中心部から公共交通機関を使ってここに来る場合はメトロ10番線のエグリズ・ドという駅が便利だと思います。レストランの名前はレ・コルチナー。
中に入ってみましょう。初めて訪れる場所なのになんだか懐かしい。今日私をこの場所に誘ってくれたのはレストラン広報のリルさん。彼女とここでランチを楽しみます。こちらの営業は通常火曜日から土曜日の夜なんですが、金曜日と土曜はランチの営業もあります。私たちは金曜日のランチに来ています。メニューを見ますと、なるほど、スターターの一番頭にあるのがポアロヴィネグレット。ビストロの定番という感じですね。お肉のところには例えばテッドドゥヴォー、子牛の脳みその煮込みやリドヴォー、胸腺など伝統的なフランス料理が並びます。ワインリストも魅力的です。手書きされているのはグラスでいただけるリスト。私はアルザスの白ゲヴィルツトラミネールの2018年というのに惹かれました。ぶどうを皮と一緒に28日間置いて醸造するという独特の方法が取られているようで、無添加無ろ過のオレンジワイン、テロワールへのこだわりが伝わってきます。店内には生けすがあって、オマールエビがこんなにたくさん。高級食材から庶民の味までを網羅しているレストランなんですね。私たちはまずポアロヴィネグレットを注文しました。お値段9ユーロという良心的な一品ですが、盛り付けはまるで高級フレンチという感じですよね。ドレッシングがエマルジョンになっていて、酸味がまろやかになっているような気がします。そしてもう一つの前菜はリドヴォーの天ぷら。内臓料理が私たち2人とも得意ではないということで、メインではなく前菜でこのレストランのスペシャリティをトライしてみることにしました。添えられているのはグリビッシュソースです。さて、お味の方はいかがでしょう。内臓料理が得意ではない私たちにとっても、この香ばしさ、美味しさには驚きました。ポアローが全く筋っぽい感じがなくって、本当に柔らかく火が通っています。そしてこの粒マスタードがとってもいいアクセントになっています。ものすごいボリューム。鶏肉とエストラゴン、そしてプルロット、ヒラタケを使った伝統的なパイ料理ボール・オ・ヴォンを選びました。もう一つのメインディッシュは高級魚ターボット、石ビラメに
肉汁のソースを合わせた大胆なマリアージュ。この日はたまたまかもしれないんですけれど、働き盛りという年齢の男性のお客様が多い印象でした。そういう年代の方々にも十分に満足のいくようなお料理を提供するレストランだと思います。レストランの名前、レ・コルチナー。これにはどんな意味があるのかと言いますと、かつて船に積む荷物を担いで運んでいた人々のことをコルチナーというそうで、それにちなんだ名前なんです。このお店の場所は19世紀の終わり、つまり先ほどの自由の女神像が据えられた頃には、石炭置き場とカフェを兼ねた場所で、石炭を運んでいた労働者たちにとっての憩いの場所だったことでしょう。現在のオーナーさんの代になったのは2019年から。洗練された雰囲気のお店にはなっていますけれども、もう100年以上も続く肩肘張らない憩いの場所という伝統はしっかりと受け継がれている。そんな気がします。これだけ食べたら私たちはお腹いっぱいです。けれどもデザートをご紹介しないわけには参りませんでしょう。お品書きを見ると、いかにもビストロの王道というデザートがラインナップされています。さて、私たちは何を選んだでしょうか。Merci beaucoup。プロフィットロール、シュー生地、バニラアイスクリーム、そしてチョコレート。大好きな要素が全部入っているデザート。この誘惑に抗うのはかなり難しいことです。お隣のテーブルのデザートもまた美味しそう。男性はイルフロタント、女性はチーズケーキを召し上がっていらっしゃいました。いかがでしたでしょうか。見ただけでお腹いっぱいになったという声が聞こえてきそうな気がします。私にとってはこのレストランリピート決定です。心地よい満腹感に浸りながら、私たちはベルサイユ大通りを歩きます。先ほど川岸から見えていた100年の歴史を持つ水道公社の建物、その隣のレストランがかつて石炭運びの男たちの拠点だったことと考え合わせると、この一角にはパリのインフラの歴史、セーヌにまつわる労働者たちの歴史が凝縮されている、とても興味深い場所だなと感じます。すると突然、サンフランシスコが登場しました。カフェレストランの名前です。メトロのミラボ駅の目の前にあるこのカフェ、実は先ほどのレストランと同じオーナーによるカフェレストランなんです。タパスをつまみながら一杯飲むという楽しみができる場所のようですので、ここはまた改めて訪れてみたいと思います。
雰囲気のあるメトロの入り口。リルーさんと私はここで別れました。さて、動画の後半、私はこの場所にやってきています。このチャンネルで何回かご紹介している場所なのですが、お分かりになりますでしょうか？そうです。グランパレです。ここでエヴァ・ジョスパンさん、クレール・タブレさん、世界的に活躍するフランスの女性アーティスト2人の展覧会が開かれています。セーヌ川に面した方の入り口から入っていきましょう。エヴァ・ジョスパンさんは1975年パリ生まれのアーティスト。今回の展覧会のタイトル「グロテスコ」はローマで偶然洞窟のような埋もれた宮殿が発見されたという伝説などから着想を得ているそうです。この素材、なんだかわかりますか？そうです。段ボールなんです。彼女は段ボールという日常的な素材を緻密に彫り込んでいくことで、幻想的な森や廃墟を生み出す魔法使いのような技を持つアーティストです。彫刻作品というと、木や石、ブロンズなどの素材が浮かびますけれども、彼女はあえて段ボールをテーマにしています。いわば有り余っている廃棄物ともみなされるような素材。それが彼女の手にかかると、このような見事な芸術作品へと変貌するのです。とはいえ、段ボールの切れ端はそのままだと光りすぎるということで処理をしないといけない。実はそこには素材をこのように変容させる膨大な作業があるんだそうです。この段ボールの色はまるで砂漠から現れる廃墟のような砂を思わせるような色ですよね。あるいは建物が森の中、自然の中に飲み込まれていく、そんな発想も湧きますよね。私はこのドーム屋根の内側に立った時、ローマのパンテオンの中で感じた感覚と何かオーバーラップするものがあるように思いました。
この森のような作品も壮観です。この木立の奥にはもしかしたら動物が潜んでいたりするかもと私は思わず探していました。するとこんな可愛らしい動物に出会いました。エヴァ・ジョスパンさんの作品としては、私は以前このチャンネルで2024年ベルサイユ宮殿のオランジュリーで展示されたシャンブル・ドゥ・ソワをご紹介しました。あの時の長さ107メートルにわたる刺繍作品を思い起こさせるような作品にも出会いました。これらもまたインドのムンバイの刺繍工房とコラボレーションした作品だそうです。この刺繍作品のプロジェクトのためにエヴァさんはナビ派をたくさん見たとおっしゃっているようです。クロード・モネ、ポール・ゴガン、そして日本の浮世絵版画から着想を得たナビ派。なるほど。それで何とはなしに親しい感じがするのかなと思いました。実は私は数年前にエヴァさんのパリのアトリエを訪れたことがあるんです。その時取り組んでいったのがこれらの作品だったのかもしれないと思うと、何かとても感慨深いものがあります。さて、もう一つの展示はクレール・タブレさんのダンス・ル・スフルです。彼女は再建が最終段階に差し掛かっているパリのノートルダム大聖堂の新しいステンドグラス制作に選ばれたアーティストなんです。会場にはランスの老舗工房アトリエ・シモン・マークで現在制作されているステンドグラスの実寸大の原画が展示されています。テーマはパントコフト、聖霊降臨。パントコフトというのはイエス・キリストが天に昇った後、弟子たちの上に神の霊が降りてきて、彼らが突然さまざまな言語で話せるようになったという出来事。イエスの教えが弟子たちに受け継がれ、世界中に広まっていく始まりを象徴しています。バラバラの言語を話す人々が一つになれるという希望のメッセージは、分断の多い現代においてより一層心に響きます。完成したステンドグラスがノートルダム大聖堂の中に設置されるのは2026年末頃が見込まれているとのこと。楽しみですね。最後までお付き合いくださいましてどうもありがとうございました。今回の動画はいかがでしたでしょうか。お楽しみいただけましたでしょうか。
この動画が良かったと思われたら、ぜひ高評価を。そしてチャンネル登録がまだお済みでない方は、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。皆様がお寄せくださるお優しい言葉、そしてとても寛大なサポートが、私がこのチャンネルを続けていく上で大きな励みになっています。どうもありがとうございます。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。アビアント。